こんにちは、もずくです。今回の動画は 6×6 のお部屋でバスルームを4部屋分作っていきます。かなり自分好みなバスルームになっているんですけど、間取りや家具の配置は他のお部屋のジャンルにも使えると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。まずは1つ目のお部屋から作っていきます。1つ目のお部屋のテーマなんですけど、濃いブルーを使いたくて、なのでその濃いブルーに合うように白と差し色にウッドを使ってお部屋を作っていきます。で、バスルームといえばタイル調の壁紙とか床かなと思うので、その中から今回のテーマの色に合うものを選んでいきます。まずメインとなる壁紙に、私が大好きでよく使っているモノクロタイルの壁と、今回のメインのテーマでもある濃いブルーの青いハニカムタイルの壁をアクセントウォールに使って、さらに床にも同じ柄の床を使っていきます。もうすでにこれだけで可愛いんですけど、なかなか同じ柄の組み合わせって普通のお部屋ではできないので、バスルームならではの組み合わせかなと思います。では次は間取りを決めていきます。さっきバスルームならではの組み合わせで可愛いって言ったんですけど、さすがにハニカムタイル同士だとちょっとくどいので、壁の一部だけ仕切り壁を置いてなじませます。で、今回の間取りはここに仕切り壁を一つ置いたので、この壁につながるようにさらに仕切り壁を置きます。で、実は狭いお部屋ほど仕切りを使ってお部屋を分けた方がお部屋が広く感じるんですけど、今回はもっとお部屋に奥行きがあるように見せるために柱を使って、さっき仕切り壁で作った間取りの直線上に柱を置きます。で、今これ比べてみてほしいんですけど、左の壁沿いに柱があるのとないのとじゃ立体感も違うし、奥行きも全然こっちの方があるように感じるんじゃないかなと思います。それでは早速家具を置いていきます。まず壁を使って分けた空間はシンプルにバスタブを置いてシャワールームにします。で、仕切り壁を壁沿いに置いたということは壁掛け家具が飾れないということになるんですけど、はい、こちら。思いついた時にこういうバスルームとかキッチンとか他にもいろんなお部屋に使えるって思ったし、私のレイアウトの質が一段と上がったと思ったエアコンを換気扇に見立てる方法を使います。あとはシャワーセットと天井には換気扇とシャワーセットと色味を合わせた裸電球を配置します。さらに壁で囲ったことによって白色の印象が強くてメリハリがなくなってしまったシャワールームの入り口にはブルーにリメイクしたカーテンのパーテーションを配置して色のバランスをとります。次は隣の空間に洗面所を作っていきます。洗面所にしては割と広い空間になっているので、今回は横に長い洗面所を作ります。まずは仕切りカウンターを端から端まで並べます。その手前にはカウンターにくっついて見えるスロープシンクを2つ。壁には大きな鏡を配置したかったので、蓄光ウォールステッカーを使って配置します。さらに洗面所らしくディスペンサーとキャンドルを置いて、壁にはタオルラックを配置します。これで洗面所が完成しました。次は手前の空間を埋めていきます。ここからはバスルームっぽい家具だったり、色のバランス重視で配置していきます。まずめっちゃくちゃ大事な色回収をしていくんですけど、今のとこ白と青はお部屋全体に散らばってるんですけど、仕切りカウンターの色が1箇所にしかないので、その色を散らばせていきます。まずこの仕切りカウンターと同じ色の家具がそもそも限られているんで、その中から工作台とカントリーなクローゼットを配置します。これで奥、真ん中、手前、さらに左、右になんとなく仕切りカウンターと同じ色が散らばってお部屋の色のバランスが取れたと思います。次は左の壁沿いに棚や洗濯機を並べて、工作台の真上にグレーにリメイクしたノルディックなランプを配置します。ここまで
大きめの家具を配置することができたので、また全体の色合いを見直していきます。パッと見た時に左側の空間を仕切りカウンターと同じ色の家具に変えてもいいなと思ったんですけど、そうすると重たくなりそうだなと思ったので、小物と箱椅子を少し左側に置いて色のバランスを取ります。で、箱椅子を置いたことで左側の色のバランスは取れたんですけど、今度は真ん中の空間の色がくどくなってしまったので、服の山を置いて調整します。次は密度のバランスを整えていきます。まず床を見てもらうと、左より右の方が空間が空いているので、靴下を置いて空間を埋めます。次は壁を飾っていきます。お部屋の全体を見ながら、まず右の空間の方が高さがあるものが多いので、壁に両面ウォールクロックを配置して高さのバランスを取ります。あとは洗面所とシャワールームにしかシルバーの色がないので、手前の空間は壁で調整していきます。最後に洗面所の壁の空間をネオン管で埋めて、これで一つ目のお部屋は完成です。濃いブルーと白、タイル調というかっこいい雰囲気にウッドの色を入れて、スタイリッシュだけど少し温かみのあるバスルームが作れて満足です。よいと。次のお部屋のテーマは、私が現実でもしたいと思っている黄色がメインのバスルームを作っていきます。とは言っても完全には再現が難しいので、雰囲気だけ寄せていくんですけど、頭の中で考えているのは、黄色の壁だけどポップな感じじゃなくてスタイリッシュなお部屋にしたいなと考えています。まずは壁と床から決めていきます。黄色の壁はアクセントウォールとして使っていくんですけど、この黄色いペイントウォールの窓枠は木でできていて、スタイリッシュとは少し離れてしまう気がするので、窓のない壁にアクセントで使います。さらにスタイリッシュな雰囲気にするために、コンクリートの壁、白いモザイクタイルの床を使います。実はこの雰囲気のお部屋をずっと再現したくて、何度か作りかけたんですけど納得いかなくて、やっと理想の雰囲気の壁床の組み合わせができました。では次は間取りを決めていきます。ちょっと今回挑戦で、お部屋を入ってすぐのところにシャワールームを作りたいなと思ったので、コンクリートの柱を使ってお部屋を分けます。で、次置く家具にめちゃくちゃ注目してほしいんですけど、このカウンターテーブルのリメイクのこの色が見た時から実は好きで、でもなかなかこのリメイクを活かせる時がなくて、やっと使えました。めちゃくちゃ可愛くないですか？分かってくれる人いるとは思うんですけど、本当にデザインが好みです。で、ちょっと長くなりそうなので次に行くんですけど、シャワールームなので壁にシャワーセットと鏡、ネオン管を配置します。さらにディスペンサーとお部屋のテーマに合わせてキューブライト、床には排水口のマイデザインを敷いておきます。で、おそらく間取りのコツ動画を見てくれた人はあれと思ったかもしれないんですけど、私その動画で壁裏は十分なスペースを取らないと写真映えしないよってお話ししてて、今このお部屋で仕切った後ろのスペースの空間を全然空けていないんですけど、嘘ついてるわけじゃなくて、ここには中に入らない前提、さらに少し見えるだけで十分なお部屋を作ります。この方法だと中途半端に余ってしまった空間も活かすことができます。次はメリハリをつけるためにシャワールームとトイレ以外に黒いラグを敷いて、さらに奥行き感を出すために柱でお部屋を分けます。分けたお部屋の奥には入り口から見て写真映えするように家具を配置していきます。さらにアイアンウォールランプを邪魔しないよう蛍光灯を柱と柱の間に配置します。次は手前の空間を作っていきます。シャワールーム横の柱の前には脱いだ服をすぐに入れれるように洗濯機と洗濯かごに見立てた買い物かごを置いて、右の壁沿いには色のバランスを取るために黄色のダイナーなカウンターテーブルを置きます。その上には洗剤に見立てたディスプレイボトル、テーブルの前には空間を埋めるための椅子を置いておきます。ここまでで大きめの家具は置き終わったので、次は
壁を飾って、これでお部屋は完成です。思い切った間取りにすることで新しい可能性を見出し、なおかつ自分の好みすぎる配色と雰囲気にできたので満足。次はさっきまでとテイストを変えて、爽やかだけどなんだかちょっとレトロな要素があるバスルームを作っていきます。まず今回壁紙は普段あまり使ったことがないものを選びたいなと思ったので、緑のペイントウッドの壁にして、それに合わせて床はコンクリートの床、アクセントウォールに白いメトロタイルの壁を使います。次は間取りを決めていきます。今回はシンメトリーなお部屋にしようと考えているので、仕切り壁を使って真ん中でお部屋を分けます。分けたお部屋の両サイドにはお風呂とトイレを作ります。で、シンメトリーにすると特徴が出づらいので、天井家具の中でも印象的なキューブライトを両サイドに使います。さらにカーテンのパーテーションを置いて、これで両サイドのお部屋は完成しました。全体を見てもらってわかる通り、キューブライトのおかげで印象的な空間になったと思います。キューブライト大好き。では次は手前の空間を作っていきます。真ん中にある仕切り壁には壁掛け家具を飾れないので、少しでも空間を埋めるためになるべく背の高い家具を配置します。さらに天井には上の空間を埋めつつ、キューブライトの存在を邪魔しない蛍光灯を配置します。蛍光灯も大好き。で、シンメトリーといっても家具の配置だけで家具自体を同じにしないので、まず左側には洗面所、右側にはお部屋全体の色のバランスを重視した家具を置きます。さらに真ん中の空いている空間にはアイアンテーブルを置いて作業台にします。あとは色のバランスとレトロさを出すためのベル付きアラームクロックとラジカセを置いて、天井にシーリングファンを配置します。次はバスマットと入り口側の壁を飾って、これでお部屋は完成です。どこか懐かしく感じる爽やかなグリーンと白の色合いにシンメトリーだけど特徴のあるお部屋が作れて満足。間に合った。最後は私が好きなニュークラシックな雰囲気のバスルームを作っていきます。暗いブラウンとモノトーンの組み合わせにしたいので、壁は焦げ茶のヘリンボーンの壁、床は黒いマイデザイン、アクセントウォールにブラウンボタニカルタイルの壁を使います。10日のマイデザインもそうなんですけど、真っ黒のマイデザインってクッションとかベッドのリメイクとか意外と使いやすいので、枠が空いている方はおすすめです。では次は間取りを決めていくんですけど、今回はあえて1つ目の間取りと同じ間取りにしていきます。何を作るかは変えるので、分けた空間はトイレを作ります。お部屋全体の色の割合的には壁や仕切りでメインのブラウン、その他の家具で白が多すぎるところに黒を使うという感じで使っていきます。次は隣の空間を作っていきます。まず床が無地ということもあってメリハリをつけたいので、白いタイルのマイデザインを敷いていきます。敷いた上に洗面所を作りたいんですけど、既存の家具の中には使いたい洗面台がなかったので、こんな時にはアイアンワークテーブルと洗面器、鏡のマイデザインにランプ、セントラルヒーティングを配置してオリジナルの洗面台を作ります。で、横の空いている壁にはシャワーセットを配置して、さらにメリハリをつけるために黒い木製スツールを置いておきます。で、今回は1部屋目の柱で分けた時よりももう少し閉鎖感が欲しいので、木製ウォールパーテーションを使います。これで後ろ側のお部屋は完成しました。次は手前側を作っていきます。後ろ側の空間に密度や重厚感のある家具を置いていないので、入り口から見た時に物足りなく見えないように手前側には重厚感のある家具を置いて、お部屋全体の密度を出していきます。
で、ロッカーの後ろに隙間ができていたことに気づいていなかったので調整します。次は天井にランプを配置するんですけど、真ん中ではなく少し左に寄せて色のバランスをとります。最後に入り口の横にスイッチを配置して、これでお部屋は完成です。同じ間取りでも家具の置き方、色合いで印象を変え、さらに私の好きなニュークラシックな雰囲気を忠実に再現で最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。